アベンタドールを思わせるようなこんな車他にあります？跳ね上げ式のドアを採用してます。ここはもうね、哲学でありドラマであると思います。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆきです。今日ご紹介するのはこちら、ランボルギーニのレベルトです。ブランド初の量産電動車という説明ですけれども、ランボルギーニ初のプラグインハイブリッド車になります。めちゃくちゃかっこいいので、内外装と使い勝手をお話しした後に、この次にですね、一般道試乗編をお届けしていきたいと思っておりますので、皆さんぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいですし、この後もご期待ください。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。さあ、それではフロントフェイスから見ていきたいと思います。これまでのランボルギーニデザインから比べると、やはりですね、すごく先進的になったなというような感じがします。実はですね、今日私 STO とですね、こう並んで撮影をしながら来たんですけれども、このライトが、私は STO に運転してて、この車がね後ろから来た時にすごく特徴的で、この3本のラインがですね、新しい時代のランボルギーニらしさでもありますし、すごく先進的でスタイリッシュで、めちゃくちゃ率直にかっこよかったです。ちょっと光らせてみます。さあ、というわけでですね、実はエンジン始動してもですね、プラグインハイブリッドということで、最初は静かに始動するということを選べます。はい、右、左、そしてハザードです。さあ、こんな感じでですね、このポジションランプがすんごいかっこいいんですよね。でこれ走行していると常時点灯という形になりますので、非常にですね、走っていてこう存在感っていうところを感じますし、またですね、このローでワイドなボディサイズっていうのをさらに強調するような形状になっています。このですね、鼻のところのそのボンネットの形状はですね、どこがやはりですね、アベンタドールを思わせるようなボディのデザインにはなっているんですけれども、ここだけ見るとさらに先進的ですよね。すごく尖り感もありますし、またですね、このマットの流行のカラーと相まってですね、ストリートっぽさ、若さ、カジュアルさっていうのも同時に感じさせます。その高級感とその若々しさっていうところの両立っていうのは、やっぱりイタリアンデザインはすごく上手ですよね。でここのですね、カーボンのところ、むき出しのカーボンのところとですね、塗装面っていうのもうまく使い分けてるかなと思います。そしてやはりこの空力こそがですね、プラグインハイブリッドに関しては航続距離とパフォーマンス両方のところに効いてくるところですので、この空力のデザインっていうのはやはりですね、ランボルギーニの真髄というかね、お得意なところでしょうね。はい、サイドビューです。めちゃくちゃ低いですよね。やっぱさすがっていう感じがするんですけれども、これこそランボルギーニらしさでもあると思うんですが、やはりですね、この STO とか、裏缶ベースに比べると、非常に長いなといったような印象があります。見た目の迫力もすごいですけれども、実はそんなにハンドリングがですね、大幅に変わらないっていうところもですね、このランボルギーニ実はやっぱりスポーツカーのね、メーカーとして、ちょっととっぽいところが取り上げられがちですけれども、ハンドリングにも非常に優れております。そういうところをですね、感じさせるのが乗ったらわかるので、これはぜひですね、一般道試乗編をご期待いただきたいと思います。とにかくですね、流線形、空力というのをですね、目で見て感じさせるデザインになってます。この前後オーバーハングの短さもランボルギーニの特徴だと思います。独特のデザインですよね。これによって接地感が非常に高いというところは、ハンドリングに直結している魅力の部分でもあります。そしてこれも本当に、これこそエアロ形状がすごいんですよ。まずここね、これがカーボンになっていて、下のですね、サイドスカートと合わせてエアロ形状が作られている。タイヤのハウスと直結しています。こんな感じになってます。さあ、そしてエンジンがですね、リア側についておりますので、ここはですね、吸気の部分とクーリングの部分を兼ねている部分でもあります。非常にここも造形的ですし、直線基調がランボルギーニらしさでもあります。なので個人的には注目ポイントはもうリアエンドのここだと思います。すっごいグラマラスですし、すごく幾何学的で、その哲学的でもある部分ですよね。これはもう他のメーカーにはどこにもない、もうランボルギーニそのもののデザインだと私は思いました。この浮いたようなエアロデザイン、このかぶさるようなエアロデザインというのは、やはりですね、世界的なそのエアロの流行でもあると思います。非常に効果的なんですけれども、同時に未来的でもあるというエアロの作り方です。さあ、そしてリアデザインなんですけれども、このですね、レベルトに関してはエンジンがむき出しになっているのでお見せしたいと思います。ここ見えますか？こんな車他にあります？
すごいです。このまんまユニットが丸見えになっているんですけれども、それを包み込むようにカーボンのパーツがそれを彩っているといったような感じです。既視感のないね、新しさっていうのも感じます。そして同時にヘリテージも感じさせる、すごい王道デザインですよね。はい、チタンで包まれましたこの辺のあたりはですね、すべてハニカム柄になっています。はい、そしてこのようにですね、本当に丸見えなんですよね。すごい。これはちょっとかなり見応えがあると思います。街で見てもですね、多分すごく写真とかたくさん撮られそう。ちなみに私 STO に乗ってる時に子供に手振られたので振り返しておきました。さあ、それではリアビューです。めっちゃかっこいいです。ランボルギーニってリアのデザインが本当に綺麗ですよね。で、一つ一つやっぱり個性がすごく違います。レベルトはですね、よりやはり近代的に、より立体的に、より 3D になっているといったような印象を受けました。さあ、どこが 3D かというと、これですよ。すごくないですか？この凹凸がすごいのと、ここに排気があるんですけれども、ここを取り囲むようにですね、まるで排気を主役にしたかのようなこの造形がすごくレイヤードされて立体的に作られているというところがですね、見どころ満点です。下からのディフューザーも非常に立ってます。またここにですね、蛍光のイエローが、ピカチュウみたいなね、イエローが入っていることによって、ここもですね、デザインとして美しさを感じる部分にもなってるんですよね。で、この辺がまたファニカムになっていて、もちろんスカスカっていうですね、でもスカスカなんですけれども、やはりですね、これ V12 エンジンが搭載されていますけれども、電動モデルということもありましてですね、少しその閉じられた感じのデザインになっているというところも、ランボルギーニの最新デザインなのかなといったような感じもします。いや、もうまるで戦車のようなデザイン、めっちゃかっこいいです。ライトのところもですね、ポジションランプと同じ衣装が取られています。 Y をね、横に倒したような感じです。ランボルギーニといえばやはりこれです。じゃーん。レベルトはこの跳ね上げ式のドアを採用してます。めちゃめちゃテンション上がりますよね。さあ、その跳ね上げドアを上げて中に入ってみると、もうインテリアがまためちゃくちゃスタイリッシュなんですよね。正直ですね、この跳ね上げ式のドアに関しましてはマクラーレンとかと比較するとちょっと重めです。慣れかなとは思いますけれども、片手では開かないような感じです。で、ここにもね、カーボンがたくさん使われていて、そしてご覧ください、このすごいエレクトリカルな感じもするし、先進的な感じもするし、ランボルギーニの感じもするし、すっごいかっこよくないですか？入ってみましょう。さあ、それではですね、危険な暑さですのでスターターを押していきます。さあ、ご覧のようにですね、始動の一番最初は実は今タイムラグで12エンジンが目覚めましたけれども、実はですね、こちらプラグインハイブリッドということもありまして、無音で一瞬始動します。で、あとは状況に応じて後でエンジンが目覚めるといったような感じになるんですよね。で、これはこんな感じでちょっとバッテリーの残量とかにもよってくると思いますので、その辺はいろいろとですね、ご自身の家庭環境に合わせて、絶対にどうしてもエンジン音を朝早くしたくないという方はですね、 EV で目覚めることもできるというような感じでございます。シートなんですけれども電動になってます。ここにシートのアジャスターがあって、ゆっくりとね、前後するようになっていて、ここも近代の車、高級車としてふさわしいところだと思います。またですね、シートポジションをアジャストできるという意味でも、こうやってお尻を上げたりもできますのでね、ちょっと視覚が怖いなという方はですね、前後左右チルトテストできるようになっております。さあ、そしてですね、このように高級車としても非常にしつらいが美しいです。ステッチがたくさん入っているのと、あとアクセントカラーがたくさん使われているといったところです。このアクセントカラーの使い方もものすごい洒落てます。これは本当にね、うまいっていうか、おしゃれ、もうひたすらにおしゃれと思っちゃうんですけど、何がおしゃれかってこんなところにも入ってるんですよね。こういうとこですよ。パッと目をやったところ、全てがかっこいいっていうねそしてこのエアコンの送風口もまるでエンジンルームのようになってるんですよね。これがエンジンから直結してるような感じ。ここからね、排気出てきたら困るんですけど、でもそれぐらい非常に機械的なデザインになっているというところもですね、かっこいいなと直感的に思わせる部分だと思います。これポジション、ドライビングポジションから見るとね、こういう風に視界に入ってきますので、とっても見た目にですね、毎日テンションが上がる部分だと思います。そしてここですね、もう一つのですね、サブディスプレイっていうのがついていて、これが助手席の方向けにですね、表示されるようにもなっています。もうこんなに小さいユニットなんですけれども、もうあるとないのって大違いで、やっぱりね、高級車っていうのをすごく感じさせますよね。で、このですね、グローブボックスの中もアルカンターラが貼られていて、本当に高級車そのものといったような感じです。で、
で一体型ですね、ヘッドレスト一体型のシートになっています。セミバケット形状なんですけれども、フルに近いようなセミバケ形状で、ここもスポーティーですよね。そして後席もちろんないんですけれども、グローブボックスのところにはこのように肘置きのようなね形状のトラックパッドのね、この肘置きみたいなのがついていて、あとここです。やっぱりね、私がやっぱりランボルギーニ大好きなところっていうのが、このストーリー性。もうフラップを開けてエンジンをスタートさせる、目覚めさせるっていうね、この車は電動ユニットも入りましたけれども、やっぱり目覚めさせるっていう意味では、この一つこれを開けて押すっていう、ここはもうね哲学でありドラマであると思います。そしてこれも他のですね最新型のランボルギーニと同じで、引けばリバースでパーキング、それからここマニュアルモードにするときはここ押すんですけれども、基本的にですね、スタートするときはこれだけのボタンしかありませんので、このパドルシフトを引いてドライブに入れると。はい、パドルシフトはですね、他のモデル同様このコラム固定式になっていてですね、ステアリングとは連動しておりません。でこれを引いたらですねスタートになるんですけれども、基本的にはオートマで走れます。でマニュアルモードにしたいときはこのマニュアル M ボタンを押せばいいといったような感じなんですね。でこの車に関してはですね、このADAS がついておりますので、このようにレバーが1つ余分についておりますけれども、それ以外ですね他のランボルギーニと同じで、例えばワイパーとかウインカーとかいうレバーがねこの辺についてないんですよ。でどこについてるかというと、ここにウインカーがついております。そしてワイパーのユニットもこの辺に入っているといったような感じですね。あとここで EV モードが選べます。このねボタンの形もものすごく、ほらこれをね動かせたら変わるんですけど、こんな感じで、リチャージモード、これは、バッテリーにチャージするモードですね。でここに回せばハイブリッドのモードになって、こちらガソリンと電気をですねバランスよく使いますよといったような感じです。はい、っていうのがこういうですね、こういう最新型の車なのにすごくアナログなスイッチがついてるっていうところが、またランボルギーニの哲学かなと、デザインかなっていうふうにも思うんですよね。でここに走行モードがあります。走行モードはチッタ、ストラーダ、スポルト、シュポルトなのかな、あとコルサっていう感じになっていて、あとはですねあれですね、ESC のオフがあります。でこの辺のスポーツ以上になってくると、もうサーキットでしか多分パフォーマンスは全然分かんないと思うんですけれども、通常であればチッタモードになってるのかな、じゃあストラーダになってるのかな、ストリートモードになっていて、で、スポルトコルサという感じになって、シュポルトスポルトどっちもいいやになってるっていう感じですね。すみません、ちょっとさっきからですね警告が出まくってるんですけれども、ちょっとそれは無視していただいて、こんな感じとなっています。はい、でここでまたメーターの中もですね微妙に変わっていくんですけれども、このデザインもまたイタリアンでねかっこいいですよね。はい、一般道ではコルサとかで十分だと思います。はい、あとはですね、そうですね、この辺でなんとこの中にもですねナビが表示できたりとかっていうのをこのボタンで選べたりとかもしますので、この辺もやっぱりね最新の高級車としてふさわしいというか、非常に使いやすいものに、一般道でもね使いやすいものになっているといったような感じです。そしてここですね、デジタルインターフェースがランボルギーニのロゴの下に入っております。でここもすごく綺麗なんですけれども、このようにお気に入りを自分でパーソナライズできたりとか、あとですねホーム画面にすると車両が出てきたりとか、もちろんここにですねナビを表示させたりとかすることも可能ですし、こんな感じ。トランクもここで開きますね。トランクオープナー、これか、これでトランクが開きます。はい、あとダイナミクスで、これはこんな風にですね、例えば、E エンジンですね、 EV のここかな、はい、に、表示がその EV のレンジが表示させるようにできていたりとか、あとですね四輪駆動の画面になっていたりとかいうことも選べていくよといったような感じです。非常にここも使いやすく、またですねちょっとどこかそのスポーツカー好きをくすぐるみたいなところもあると思います。そしてここにですね、このハザードがありまして、でこれが給油口のオープンですね。もうこれだけで、ここだけですごくないですか。もう本当にガンダムですよね。ガンダム乗ったことないけど、ガンダムってこんな感じなんだろうなみたいなね、ちょっとドラマというか、その一抹のメカ好き心をずっとくすぐってくれるといったような素晴らしいインターフェースとそのコックピットになっている。もうこれがランボルギーニを持つ最大の理由ではないかと私も思うわけです。どうでしょうか、ランボルギーニオーナーさん。そうですよね。自分でできる、簡単、早くて効果抜群、ダイヤモンドプラス、シラさん50です。
いうわけで今日はこちらランボルギーニのレベルトをお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。2023年に発売されたばかり、日本でもですねまだまだ見かけることの少ない車かなと思いますので注目度大でございますし、意外なほどに使い勝手がいいんですっていうのを次の動画でお話ししていきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。